完全に出遅れた。ということで、私は五輪選手になります。キャラクター作成場面はカットしました。トレーニングなど不要だ。ぶっつけ本番で挑むのだ。種目は 100m です。王道王道王道。さあいよいよ始まる夢の舞台、人類最速を決める戦いであります。まずは予選ラウンド、ここは軽く突破していただきたい。注目の選手であります。名前の読み方がわからない。そして己の紹介、合色の肌と白髪がトレードマーク。走り方がよくわからないから、とにかく連打する。レース前にそんな話をしておりました。マニュアルを読まずにプレイするタイプでしょう。さっきからメタ発言多いな。人類最速への旅が今始まります。スタートしました。ここからの加速が大事。余裕の走りだ。馬力が違いますよ。首位で 0.1 キロを駆け抜けました。タイムは12秒588。これは遅い。調べによるとトップクラスの小学生より遅い記録です。なぜ私は五輪に参加できているのか疑問であります。テンポよく行きましょう。早速準決勝が始まろうとしております。レース前次は本気で連打する。と語りました。本気の連打がいかなる記録を生み出すのか。周りが光り始めた。私が知らないな。ややで遅れたか。ここからの加速が重要だ。早くもラストスパートに入った。せっかちの極みだ。これは良い記録が期待できそうだ。なんと準決勝で世界記録が生まれました。圧巻の9秒521。予選の12秒は何だったのか。これは決勝のレースにも期待が膨らみます。いよいよ決勝レース、人類最速が決まります。ベストタイムは11秒弱。準決勝で世界記録、目指すは優勝のみ。最終決戦、もう間もなくスタートです。出遅れた。いや、周りのスタートが早い。懸命のラストスパート。むしろ離されていく。タイムは10秒2。屈辱の再開であります。いや、レベル高すぎじゃねえ。さっきのベスト10秒9ダイヤネキは何だったのか。なんと5着までが世界記録を更新している。これは修羅のドリンであります。中継の無念を晴らす。ロマサガ2じゃねえか。開催地は東京ですけど、それは大丈夫なんですかね。細けいことはいいんだよ。3年の修行の成果見せてやるぜ。その実力はどれほどのものか。これがスーパースター。ベストタイムが7秒957ってどういうことですか。これに関しては最後のおまけで明かします。あくまでこれは参考記録なので当てになりません。この準決勝のタイムが一つの指針となるでしょう。まずはスタートダッシュに注目。失敗しました。中盤以降は悪くない。そして最後のうながり。これがタイムの短縮につながる。気になるタイムは9秒20なかなかの好記録。これは決勝で十分戦える仕上がりです。メダル争いは熾烈になりそうですね。さあ再び戻った決勝の舞台。最下位の屈辱を晴らす。今がまさにその時であります。選ばれし8名の最後の戦い。もはや技術などを超越したレースとなる。気持ちの勝負だ。がむしゃらに勝ちに行け。周りより早く 100m 先へとたどり着け。完全に出遅れた。まだ終わらんよ。前回のトラウマが蘇る。それを払拭せよ。素早いラストスパート。ロングスパートすぎるぞ。最下位からの下克上。これはドノバン・ベイリーを彷彿とさせる走りだ。見事な追い込み。頭一つ抜け出した。日本短距離界に新たな歴史が刻まれる。タイムは10秒018。決勝の舞台で見事な弾力を発揮しました。相変わらずスタートはひどいものでした。しかし力で全てをねじ伏せました。最終結果です。メダル争いが熾烈すぎました。9秒1台でメダルを逃す悲劇。私の準決勝の記録では5位相当でした。気合の連打が勝利を呼び込みましたね。表彰式です。日本の国旗が中央に一番高く掲げられる。こうして私は金メダリストとなりました。長く苦しい戦いだった。もし反響があれば別の競技もやりたいですね。陸上に限らずサッカー、野球、ボクシングなども。ということでこの後はおまけのコーナーです。7秒台の秘密に迫ります。
まずお伝えしたいのがノート PC で遊ぶ際の注意点です。本ゲームを起動すると低画質になることがあります。私の場合は解像度が 1280×720 でした。結論から言うと CPU 内蔵のグラボでの動作が原因でした。解決するには GPU の優先度を変更すれば OK。ディスクリート GPU にすることで 2560×1440 のエフェクト全部盛りでも快適に動作することを確認しています。ちなみに本動画の最初の3レースは 720p、 後半の2レースは 1440p で録画しました。それらを踏まえ7両台の真相についてお話しします。なんか遅くない？めちゃくちゃ遅いです。オンボで高画質設定にするとこうなります。あくまで私の環境ではですか？スタート前の時間がめちゃくちゃ長いです。私はせっかちなので倍速しますね。30秒経ちました。まだスタートどころかセットの声すらかかってない。ようやくセット。スタート入力判定はほぼ遅延しません。つまりスタートの出遅れが発生しにくくなります。処理落ちしてる分連打回数を稼げます。スタートで待たされる以外はほぼ全てがメリット。胸張りが間に合ってないのでビロス。そしてリルスさんがゲームを開始する通知。真相はそういうことだ。ちなみにパッドの連射機能は使っていません。スタート時の十字キー入力も1回しか入れてない。よってまだまだ伸びしろがあります。なお私はこれ以上記録を縮めるつもりはないです。おまけは以上です。反響があればまた別の種目でお会いしましょう。